こんにちは。ようこそ。今日もここに来てくれてありがとうございます。今日は日本で新しい生活を始めた外国人にとってとても大切な話をします。仕事の話です。アルバイトの話です。働くことの話です。日本で暮らすためにはお金が必要です。家賃を払います。食べ物を買います。電車に乗ります。携帯電話を使います。保険料を払います。生活にはお金がかかります。だから多くの人は日本で仕事を探します。アルバイトを探します。学校に通いながら働く人もいます。家族を支えるために働く人もいます。将来のために経験を作りたい人もいます。働くことは生活の一部です。そして日本で働くことは言葉の勉強にもなります。文化の勉強にもなります。人との関係の勉強にもなります。でも最初は不安です。不安。心が落ち着かないことです。日本語で面接できるかな？店長の話が聞き取れるかな？シフトを間違えないかな？お客さんに何を言えばいいかな？給料はちゃんともらえるかな？休みたいときはどう言えばいいかな？怒られたらどうしよう？失敗したらどうしよう？いろいろな心配があります。でも大丈夫です。全部を最初からできなくてもいいです。仕事も生活と同じです。一つずつ覚えます。一つずつ慣れます。一つずつできるようになります。今日はその最初の一歩をゆっくり優しく一緒に見ていきましょう。まず大切なのは自分が働いても良いか確認することです。確認。大丈夫かどうかを見ることです。日本にいる外国人には在留資格があります。在留資格。日本にいるための資格です。留学生、家族滞在、技術、人文知識、国際業務、特定技能、永住者、定住者、配偶者などいろいろあります。在留資格によって働けるかどうか、働ける時間、働ける仕事が違うことがあります。とても大切です。知らなかった。では困ることがあります。だから、まず確認します。在留カードを見ます。在留カード。あなたの大切なカードです。そこに在留資格が書いてあります。仕事ができる資格かどうかを確認します。留学生や家族滞在の人は、資格外活動許可が必要なことがあります。資格外活動許可。もともとの在留資格の活動以外に働くための許可です。難しい言葉です。仮で、資格外、活動、許可、少し長いです。でも、とても大切な言葉です。この許可がないのに働くと問題になることがあります。だから、働く前に確認します。自分は働けますか？週に何時間働けますか？この仕事はできますか？わからないときは学校、会社、入管、行政書士、相談窓口に聞きます。聞くことは大切です。聞くことは恥ずかしいことではありません。
聞くことは自分を守ることです。アルバイトを探すとき、いろいろな場所があります。求人サイト、求人アプリ、学校の掲示板、友達の紹介、見なせるといった店の前の張り紙、駅の近くの広告、求人、仕事をする人を募集することです。募集、人を探していることです。あなたはスマホで探します。アルバイト、外国人歓迎、日本語初級、未経験歓迎、週2日から短時間、まかない優、交通費支給、いろいろな言葉が出てきます。最初は意味がわからないかもしれません。未経験歓迎、経験がなくてもいいという意味です。週2日から1週間に2日から働けるという意味です。短時間、1日の働く時間が短いという意味です。まかない、飲食店で出る食事のことです。交通費支給、仕事へ行くための電車代やバスカを会社が出してくれることです。こういう言葉を少しずつ覚えると、求人が読みやすくなります。求人を見るときは、時給を見ます。時給、1時間働いたらもらえるお金です。1000円、1200円、1500円。地域や仕事によって違います。東京や大阪など大きな町では高いことがあります。地方では少し低いこともあります。でも、時給だけで決めない方がいいです。場所も大切です。家から遠すぎると疲れます。電車代が高いと困ります。夜遅い仕事は安全も考えます。仕事内容も大切です。お客さんとたくさん話す仕事か、キッチンで作業する仕事か、掃除の仕事か、工場の仕事か、コンビニか、レストランか、ホテルか、倉庫か。自分の日本語の力、自分の体力、自分の生活リズムに合うか考えます。合う。自分にちょうどいいことです。仕事は時給だけではありません。続けられるか、無理がないか、安心して働けるか、それも大切です。応募します。応募。仕事をしたいですと申し込むことです。電話で応募する場合もあります。メールやアプリで応募する場合もあります。電話は緊張します。電話。相手の顔が見えない会話です。日本語で電話をするのは難しいです。相手が早く話すかもしれません。聞き取れないかもしれません。でも、準備すれば少し楽になります。紙に言葉を書きます。アルバイトの応募をしたいです。求人を見て電話しました。面接をお願いしたいです。名前は〇〇です。電話番号は〇〇です。外国人ですが、働けますか？日本語は少しできます。ゆっくり話していただけますか？これだけでも大丈夫です。全部自然に言えなくてもいいです。メモを見ながらでいいです。ゆっくりでいいです。面接の日が決まります。
面接、この意。仕事を始める前に店長や会社の人と話すことです。面接ではあなたのことを聞かれます。名前、住所、学校、今の在留資格、働ける曜日、働ける時間、経験、日本語の力。どうしてこの仕事をしたいか。最初は緊張します。緊張。体も心も硬くなることです。でも、面接は試験だけではありません。あなたもその仕事が自分に合うか見る時間です。どんな職場ですか？シフトはどう決まりますか？給料日はいつですか？交通費はありますか？制服はありますか？研修はありますか？外国人も働いていますか？聞いても大丈夫です。働く前に確認することは大切です。面接にはきれいな服で行きます。きれいな服、清潔な服です。高い服でなくていいです。清潔。汚れていないことです。髪を整えます。時間に遅れないようにします。できれば10分前に着きます。早すぎても困ることがあります。だから少し近くで待って5分前くらいに入ると安心です。いるときに言います。失礼します。本日面接の〇〇です。よろしくお願いします。面接が終わったらありがとうございました。よろしくお願いいたします。こう言います。20、言葉が完璧でなくても丁寧にしようとする気持ちは伝わります。丁寧。相手を大切にする話し方や態度です。履歴書が必要なこともあります。履歴書。自分の情報や経験を書く紙です。名前、住所、電話番号、学歴、職歴、志望動機、希望時間などを書きます。志望動機。どうしてこの仕事をしたいかという理由です。長く書かなくても大丈夫です。日本語を使って働きたいです。人と話す仕事に興味があります。家から近く、長く働けると思いました。料理に興味があります。接客を学びたいです。こういう短い理由で大丈夫です。写真が必要な場合もあります。証明写真。履歴書に貼る小さな写真です。駅やコンビニの近くに証明写真機があります。写真を撮るときは帽子を取ります。顔が見えるようにします。これも日本のアルバイト探しでよく出てくることです。採用されると嬉しいです。採用。仕事をしてもいいと決まることです。おめでとうございます。でも、ここからが本当の始まりです。最初の日。初任。初有勤はとても緊張します。職場の場所を確認します。何時に行くか確認します。持ち物を確認します。在留カード、通帳やキャッシュカード、印鑑、マイナンバーと制服用の靴、メモ帳、ペン。必要なものは職場によって違います。前の日に準備します。前の日。明日のために準備する時間です。
朝、慌てないようにします。慌てる。急いで心が乱れることです。初出勤の日は少し早めに家を出ましょう。電車が遅れるかもしれません。道に迷うかもしれません。早め。余裕を持つことです。職場に着いたら挨拶をします。おはようございます。今日から入ります。〇〇です。よろしくお願いします。挨拶はとても大切です。日本の職場では挨拶が人間関係の入り口になります。おはようございます。お疲れ様です。ありがとうございます。すみません。失礼します。お先に失礼します。この言葉を毎日使います。最初は意味が全部わからなくても場面で覚えます。朝はおはようございます。仕事中に人に会ったらお疲れ様です。何かしてもらったらありがとうございます。間違えたらすみません。帰るときはお先に失礼します。相手がお疲れ様でしたと言います。これが毎日のリズムです。リズム。繰り返される流れです。仕事を教えてもらう時間があります。研修。仕事のやり方を学ぶ時間です。研修ではたくさん説明を聞きます。レジの使い方、掃除のやり方、料理の作り方、商品の並べ方、お客さんへの言葉、休憩の時間、シフトの確認。最初は覚えることが多いです。多すぎると感じるかもしれません。頭がいっぱいになります。そんな時はメモを取りましょう。メモ。忘れないために書くことです。日本語が難しければ自分の言葉で書いてもいいです。絵を描いてもいいです。番号を書いてもいいです。わからないときは聞きます。すみません。もう一度お願いします。すみません。ここを確認してもいいですか？すみません。これはどうすればいいですか？何度も聞くのは怖いかもしれません。でも、わからないまま作業して大きなミスをするより聞いた方がいいです。日本の職場では報告、連絡、相談という言葉があります。報告。起きたことを伝えることです。連絡。必要な情報を伝えることです。相談。迷った時に話して決めることです。報告、連絡、相談。短くしてほうれん草ということもあります。野菜のほうれん草と同じ音です。これは日本の職場でよく言われる言葉です。何か問題があったら黙っていない。商品を落とした。商品を落とした。お客さんが怒っている。レジのお金が合わない。体調が悪い。電車が遅れて遅刻しそう。こういう時は早めに伝えます。早めに言う。これは信頼につながります。黙っていると相手はもっと困ります。だから短くてもいいので伝えます。すみません。問題があります。確認をお願いします。遅れます。体調が悪いです。これだけでも大切です。シフトも大切です。シフト。
働く日と時間の予定です。月曜日の17時から22時、土曜日の10時から15時、こういう予定です。シフトは守ります。守る。決めたことをちゃんとすることです。急に休むと他の人が困ることがあります。もちろん病気の時は休んでいいです。無理をしてはいけません。でも休む時は早めに連絡します。熱があります。今日は出勤できません。申し訳ありません。病院に行きます。こう伝えます。連絡なしで休むのはよくありません。無断欠勤。連絡しないで休むことです。これは信頼を失いやすいです。信頼。相手があなたを安心して信じることです。信頼は毎日の小さな行動で作られます。時間を守る。挨拶をする。連絡をする。ミスを隠さない。これが信頼の土台です。給料についても確認しましょう。給料。働いてもらうお金です。時給はいくらか。給料日はいつか。どうやって払われるか。銀行振込か。現金か。交通費は出るか。研修中の時給は同じか。深夜手当はあるか。残業代は出るか。難しい言葉が出てきます。深夜手当。夜遅く働くときに増えるお金です。残業代。決められた時間より長く働いた時のお金です。控除。給料から引かれるお金です。税金。保険料。いろいろあります。給料明細をもらったら見ましょう。給料明細。給料の内容が書いてある紙やデータです。働いた時間。時給。支給額。引かれたお金。手取り。手取りは実際に受け取るお金です。わからないときは聞きます。これは何のお金ですか？これはなぜ引かれていますか？確認してもいいですか？お金のことは大切です。遠慮しすぎないでください。日本で働くとき、契約書も大切です。契約書。仕事の条件が書いてある書類です。労働条件通知書という書類をもらうこともあります。働く場所、仕事内容、時給、勤務時間、休憩、休日、契約期間、給料日などが書いてあります。難しいですが、捨てないでください。写真を撮って保存してもいいです。紙をファイルに入れておくと安心です。後で何か問題が起きたとき、契約書が助けになります。口で言われたことだけでは、後で確認が難しいことがあります。書いてあるものを大切にしましょう。書類は生活を守るものです。職場でよく使う日本語も覚えていきましょう。いらっしゃいませ。ありがとうございました。少々お待ちください。かしこまりました。申し訳ございません。カニだと確認いたします。こちらでよろしいですか？お会計はこちらです。袋はご利用ですか？温めますか？店内でお召し上がりですか？お持ち帰りですか？飲食店やコンビニでは
こういう言葉をよく使います。最初は長くて大変です。口が回らないかもしれません。でも何度も言うと体が覚えます。言葉は体で覚えることもあります。毎日同じ言葉を使うと自然に出てくるようになります。お客さんの日本語は聞き取りにくいことがあります。早い人もいます。小さい声の人もいます。方言の人もいます。怒っている人もいます。質問が長い人もいます。あなたは焦ります。何を言ったのかな？どうしよう。そんな時は聞き返して大丈夫です。申し訳ありません。もう一度お願いします。確認いたしますので、少々お待ちください。店長に確認します。こう言えば大丈夫です。全部一人で解決しようとしなくていいです。新人の時はわからないことがあって当然です。当然、普通であることです。わからないことは確認します。確認する人は悪い人ではありません。むしろ安全に働く人です。ミスをすることもあります。ミス。間違いです。レジを間違える。商品を落とす。注文を聞き間違える。料理を出すテーブルを間違える。シフトを見間違える。掃除を忘れる。最初は誰でもミスをします。大切なのは隠さないことです。隠す。相手にわからないようにすることです。ミスを隠すと問題が大きくなります。小さいうちに言います。すみません。間違えました。すぐ確認します。次から気をつけます。この言葉でいいです。言い訳を長くするより、まず謝る。状況を伝える。直す。次に気をつける。これが大切です。日本の職場では、同じミスを何度も繰り返すと注意されることがあります。だからメモをします。どうして間違えたか考えます。次はどうするか決めます。ミスは終わりではありません。学ぶチャンスです。休憩も大切です。休憩。仕事の途中で少し休む時間です。日本では働く時間によって休憩が決まっています。休憩時間には水を飲みます。ご飯を食べます。トイレに行きます。少し座ります。休憩も仕事を続けるために必要です。忙しいから休まないというのはよくありません。体が疲れます。集中できなくなります。ミスが増えます。店長や先輩に休憩に入っていいですかと聞きます。休憩から戻ったら戻りましたという職場もあります。小さなルールですが、職場によって違います。最初に聞くと安心です。職場の人間関係も大切です。先輩？自分より先に入った人です。店長？店を管理する人です。同僚？一緒に働く人です。後輩？自分より後に入った人です。日本の職場では年齢や経験を少し気にすることがあります。もちろん職場によります。でも最初は丁寧に話すと安心です。タメ口より丁寧な言葉。
ありがとうより、ありがとうございます。ごめんより、すみません。お願いより、お願いします。最初は丁寧に。仲良くなったら、少し自然になることもあります。急に近すぎる言葉を使わない方が安全です。安全。トラブルが少ないことです。外国人だからという理由で嫌なことを言われることも残念ながらあるかもしれません。日本語が元手だね。外国人だからわからないよね。国に帰ればそんな言葉を言う人がいるかもしれません。それは辛いです。とても辛いです。あなたが悪いわけではありません。日本語を勉強して働いていることは簡単なことではありません。もし職場で差別やいじめのようなことが続くなら、一人で抱え込まないでください。抱え込む。自分一人でずっと我慢することです。信頼できる人に相談します。店長に相談します。学校に相談します。会社の窓口に相談します。労働相談の窓口に相談することもできます。記録を残すことも大切です。いつ、誰が、何を言ったか、メモします。自分を守るためです。我慢だけが答えではありません。逆に、親切な人にもたくさん出会うかもしれません。ゆっくり教えてくれる先輩。間違えた時に助けてくれる同僚。日本語を直してくれる店長。あなたの国のことを聞いてくれるお客さん。お疲れ様と笑ってくれる人。そういう人に出会うと心が温かくなります。働くことはお金のためだけではありません。人と出会うことでもあります。社会を知ることでもあります。日本語を生きた言葉として使うことでもあります。教科書の中の日本語が職場で動き始めます。いらっしゃいませ。少々お待ちください。来なせ。少々お待ちください。ありがとうございます。お疲れ様です。この言葉たちがあなたの毎日の中に入ってきます。日本で働くと時間の感覚も学びます。出勤時間、退勤時間、休憩時間、締め切り、シフト提出日、給料日。時間を守ることはとても大切です。遅刻しそうな時は早めに連絡します。電車が遅れています。10分ほど遅れます。申し訳ありません。体調が悪い時も早めに連絡します。熱があります。病院に行きます。今日は出勤できません。申し訳ありません。連絡が早いと職場は代わりの人を探しやすくなります。代わり。自分の代わりに働く人です。あなたが連絡することで職場が助かります。これは信頼につながります。仕事と勉強のバランスも大切です。バランス。ちょうど良い状態です。留学生の場合、働きすぎると勉強ができなくなります。授業中に眠くなります。宿題ができません。試験の準備ができません。体も疲れます。働くことは大切ですが、勉強も大切です。日本に来た目的を忘れないようにします。お金が必要。でも、体も大切。勉強も大切。
睡眠も大切。友達との時間も大切。全部を完璧にするのは難しいです。だから無理のないシフトを考えます。週に何日なら大丈夫か。何時までなら大丈夫か。試験前は減らせるか。店長に相談できるか。最初に話しておくと、後で楽になることがあります。体調管理も仕事の一部です。体調管理。自分の体を守ることです。日本の夏は暑いです。飲食店のキッチンや倉庫はとても暑いことがあります。水を飲みます。無理をしません。めまいがしたら言います。冬は寒いです。朝早い仕事や夜遅い仕事は体が冷えます。暖かい服を着ます。睡眠をとります。ご飯を食べます。ご飯を食べます。ご飯を食べます。体が壊れると仕事も勉強もできません。頑張ることは大切です。でも無理をしすぎないことも大切です。無理。自分の限界を超えることです。無理を続けると心も体も疲れます。休む勇気も必要です。やめたいと思うこともあるかもしれません。やめる。仕事を辞めることです。どうしても合わない職場があります。シフトがきつい。1、2。人間関係がつらい。仕事内容が合わない。給料の問題がある。体調が悪くなる。そんな時は辞めることも選択肢です。選択肢。選べる道です。ただし、急に来なくなるのはよくありません。退職したいです。いつまで働けばよいですか？相談したいです。こう伝えます。契約書に辞める時のルールが書いてあることもあります。できるだけ早めに話します。最後の日まで丁寧に働くと気持ちよく終われます。気持ちよく終わる。これも大切です。日本で仕事を探すとき、危ない求人にも注意しましょう。とても高い時給。仕事内容がはっきり書いていない。簡単に大金がもらえる。身分証を送ってください。銀行口座を貸してください。荷物を受け取るだけです。こういう求人には注意が必要です。注意。気をつけることです。簡単すぎる話には危険があることがあります。銀行口座を人に貸してはいけません。在留カードを簡単に送ってはいけません。パスポートを預けてはいけません。自分の大切な情報を守ります。個人情報。名前、住所、生年月日、カード番号など自分を表す情報です。個人情報は大切です。仕事を探すときは会社の名前、住所、電話番号、仕事内容を確認します。友達や学校に相談してもいいです。日本の職場には暗黙のルールもあります。暗黙のルール。はっきり書いていないけれど、みんながしていることです。例えば、使ったものは元の場所に戻す。休憩室をきれいに使う。冷蔵庫の中の人のものを取らない。シフト表を確認する。連絡の音を見る。
制服をきれいにする。髪型や爪に気をつける。飲食店では特に清潔が大切です。清潔。きれいで衛生的なことです。爪が長いと注意されることがあります。香水が強いと良くない場合があります。アクセサリーを外す必要がある職場もあります。これはあなたを否定しているわけではありません。仕事の安全や衛生のためのルールです。わからないときは最初に確認しましょう。お客さんへの笑顔も日本の接客では大切にされます。笑顔。ニコッとする顔です。でも、いつも完璧な笑顔でいるのは疲れます。特に言葉がわからないとき、心は緊張しています。それでも、少しだけ口角を上げる。相手を見る。うなずく。少々お待ちくださいという。それだけで印象が変わります。印象。相手が受ける感じです。接客では言葉だけでなく態度も見られます。落ち着いているか、丁寧か、確認しているか、これが大切です。日本語が完璧でなくても丁寧な態度は伝わります。働きながら日本語を伸ばす方法もあります。仕事の後、今日聞いた言葉を一つメモします。例えば、補充。商品を足すことです。品出し。商品を棚に出すことです。清掃。掃除です。確認。見ることです。報告。伝えることです。休憩。休む時間です。締め作業。店を閉める前の作業です。こういう言葉は実際の仕事で何度も使います。教科書より覚えやすいことがあります。なぜなら体験と一緒に覚えるからです。体験。自分で経験することです。言葉は体験と一緒に心に残ります。職場での小さな成功を大切にしてください。初めて一人でレジができた。初めてお客さんの質問に答えられた。初めて電話に出られた。初めて店長に報告できた。初めて日本語で冗談がわかった。初めて先輩に褒められた。これらは小さいようで大きいです。大きな成長です。自分で自分を褒めてください。よくやった。今日も頑張った。前より少しできた。そう言ってください。外国語で働くことは本当に大変です。自分の国なら簡単にできることも日本語では何倍も疲れます。だから自分に優しくしてください。仕事の後、帰り道を歩きます。夜の駅。疲れたからだ。少し重い足。スマホを見ると今日の歩数が多いかもしれません。手に測ったお弁当があるかもしれません。電車の中で今日のミスを思い出すかもしれません。あの時、もっと上手に言えたらよかった。あの言葉が聞き取れなかった。先輩に迷惑をかけたかもしれない。そう考えて、心が重くなる日もあります。でも、思い出してください。あなたは今日、日本語の中で働きました。知らない文化の中で働きました。緊張しながら最後までやりました。
それはすごいことです。すごい大きな努力です。家に帰ります。靴を脱ぎます。手を洗います。制服を洗濯かごに入れます。ご飯を食べます。シャワーを浴びます。少し座ります。今日のメモを見ます。新しい言葉を一つだけ覚えます。一つだけでいいです。たくさん覚えようとしなくていいです。疲れている日は寝ましょう。寝ることも大切です。明日また働くために体を休めます。休む。体と心を回復させることです。働く生活には休む時間も必要です。日本で働くことは楽しいこともあります。自分でお金を稼ぐ喜び、お客さんにありがとうと言われる喜び、職場の人と仲良くなる喜び、日本語が通じた喜び、見るに新しい仕事を覚える喜び、給料日にお金がいる喜び、初めて自分で生活費を払えた喜び、こういう喜びがあります。一方で難しいこともあります。言葉の壁、文化の違い、シフトの疲れ、人間関係、過した、お金の不安、体調、ミス、注意、どちらも本当です。楽しいだけではありません。辛いだけでもありません。働く生活はその両方でできています。大切なのは自分を守りながら働くことです。守る。危ないことから離れることです。契約を確認する。働ける時間を守る。給料を確認する。無理をしすぎない。困ったら相談する。危ない求人を避ける。個人情報を守る。休む。病院に行く。連絡する。これらは自分を守るための行動です。日本で働く外国人にとって頑張ることだけが大切なのではありません。正しく知ることも大切です。自分の権利を知ることも大切です。権利。自分が守られるべきことです。休憩を取る権利。給料をもらう権利。安全に働く権利。差別されない権利。これらも忘れないでください。最初の仕事は完璧でなくていいです。最初のアルバイトは人生を全部決めるものではありません。学ぶ場所です。日本語を使う場所です。生活を支える場所です。社会を知る場所です。合わなければ考え直してもいいです。もっと合う仕事を探してもいいです。大切なのは経験から学ぶことです。自分は接客が得意かもしれない。自分はキッチンの方が落ち着くかもしれない。自分は朝の仕事が合うかもしれない。夜の仕事は疲れすぎるかもしれない。人と話す仕事が好きかもしれない。静かな作業の方が好きかもしれない。働いてみると自分のこともわかります。日本で働くあなたに最後に伝えたいことがあります。あなたはただお金を稼いでいるだけではありません。新しい国で自分の生活を作っています。知らない言葉の中で毎日挑戦しています。挑戦。難しいことに向かうことです。あなたは毎日
小さな挑戦をしています。電話をする。面接に行く。挨拶をする。シフトを確認する。お客さんに答える。ミスを直す。給料明細を見る。体を休める。相談する。全部あなたの生活を作る大切な行動です。だから焦らなくていいです。最初から上手にできなくていいです。日本語が途中で止まってもいいです。聞き返してもいいです。メモを見てもいいです。少しずつで大丈夫です。今日より明日、少し聞き取れる。今週より来週、少し動ける。今月より来月、少し自信がつく。自信。自分を少し信じられる気持ちです。自信は急にできません。毎日の小さな成功から生まれます。小さな成功を集めてください。新しい仕事、新しい職場、新しい言葉、新しい人間関係。最初はすべてが大きく見えます。でも、一つずつ小さくしていきましょう。今日は応募する。明日は電話する。次は面接に行く。採用されたら初出勤する。わからないことは聞く。ミスをしたら直す。疲れたら休む。一つずつです。一つずつ進めば道になります。道。あなたが歩いてきた場所です。最初はなかった道も歩くことで道になります。深く息をしてください。あなたは日本で働こうとしています。日本で生活を作ろうとしています。それは簡単なことではありません。でも、あなたは少しずつできます。言葉も仕事も人間関係も生活も少しずつです。今日の一歩を大切にしましょう。明日の一歩を信じましょう。あなたの努力は見えないところで少しずつ積み重なっています。積み重なる。小さいものが少しずつ大きくなることです。あなたの経験も言葉も自信も少しずつ積み重なっています。日本で安心して働くために知ること、確認すること、聞くこと、伝えること、休むこと、この5つを忘れないでください。知る、確認する、聞く、伝える、休む。ゆっくりで大丈夫です。あなたの仕事の毎日が少しずつ安心に変わっていきますように。あなたの日本での生活が少しずつ強く、明るく、あなたらしいものになっていきますように。